こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日はいい翻訳講座、翻訳学校を見極める3つのポイントについてお話ししたいと思います。2月に1月の末かなにこの YouTube チャンネルを開設してからおかげさまで登録者の方が300名を超えることができました。本当にありがとうございます。で見てくださる方が増えるにつれていろいろとご質問を受けることも多くなってきました。でつい最近こういう翻訳講座を受講しようと思ってるんですけれども、どう思いますかというふうに意見を求められるということが立て続けに何件かありましたので、同じようなお悩みを抱えていらっしゃる方もいるんじゃないかと思って今回このビデオを、作ってみました。私は25年間翻訳をやってきてますけれども、全て現場で叩き上げの翻訳者で正式な翻訳学校に行ったことはありません。なのでこういう講座を受けたらよかったよっていう話はできないんですけれども、教師の経験もあるし教育の現場は多少は分かってるつもりなので、そういう意味で中立的な立場からいろいろとアドバイスできるんじゃないかと思います。まず最近は翻訳講座って言ってもいろいろな種類が出てきていますね。通学とか通信とかいろいろあります。で都心だから通学がいいとか、あとは仕事をしながらとか、あと介護とか子育てがあるからっていう理由で、時間が不規則だからっていう理由で通信講座を選ぶっていう方もいらっしゃるし、私のように海外在住で日本の学校に通えないからっていう理由で通信講座を選ぶっていう方もいらっしゃると思います。でいろんなニーズもあるしいろんな目的もあるので、一概にこの講座がダントツでおすすめとかっていうことはできないんですけれども、3つのポイントに気をつけて学校選びをしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まず1つ目はその講座を教えている講師と、あとそれから卒業生の実績を調べてみることをお勧めします。翻訳学校の講師って言っても、いろんな講師の方がいらっしゃると思うんですけれども、私のおすすめは現場で活躍した経験のある先生で、現場についていろいろ教えてもらえる先生がいいんじゃないかなと思います。でどういう教育を受けてきてどういうお仕事をしてらっしゃるかっていうのは大抵先生の実績っていうのは分かるようになってると思うので、それちょっと調べてみてください。で、卒業生もこの講座を受けた卒業生がどんな現場でどういう仕事をしてるかっていうのもできればその卒業生の方に直接連絡を取って聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。ネットでいろいろ情報を調べてても、ネットってそんなに悪いことは書いてないことが多いし、あとどれもこれもいい情報ばっかりだとちょっとどれが一番いいとか自分に合ってるかとかっていうのがわからないことも多いと思うので、できればその受講者とか講座を取ったことがある方に直接連絡を取って、あとそれから業界にいる人とかでそういう方たちに連絡を取ってこういう講座受けたことがあるっていう話なんですけどどうですかみたいに聞いてみるっていうのも一つの方法じゃないかなと思います。そうやって体験者の声っていうのを聞いてで判断をしていただくといいんじゃないかなと思います。2つ目はカリキュラムがある程度分かる。受講する前にこういう目的でこういう講座をやっていますっていうようなシラバスとかカリキュラムとかそういうのがある程度見える化されてる講座がいいんじゃないかなと思います。中に入ってみないとどういう講座してるかわからないとなるとちょっと判断にも困ると思うんですね。でどういうことを教えてるかっていうのがわからないと自分に合ってるかどうかっていうのもなかなかわからないですし、あとそれと注意したらいいんじゃないかなと思うのは簡単だっていう風に言っている講座があったら、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと私は思います。
私は25年間翻訳の仕事をやってきていて、で翻訳の仕事はすごく面白いし楽しいしやりがいがあって素晴らしい仕事と思いますけれども、でも簡単だと思ったことは一度もないです。翻訳っていうのは本当にやればやるほど奥が深いなって思うし、やればやるほど自分は勉強不足だなって思うし、もっと勉強したいな、もっと勉強足りないなっていつも思ってるので、簡単だっていうふうに言う講座がもしあったとしたら、そういう説明にはちょっと違和感を覚えます。で、あとこれは例えばなんですけれども、英文法を知らなくても翻訳者になれるとかって言っている学校があったら、それも気をつけた方がいいと思います。英文法を知らなくても翻訳者になれるっていうのは、まあ言ってみれば六法全書を全部勉強しなくても弁護士になれるって言っているようなものです。やっぱりお金をいただいて翻訳する以上、自分の誤訳が原因で死者が出たりとか、そういうようなことは絶対に避けたいんですね、翻訳者っていうのは。やはりお金をいただいて翻訳している以上はミスが原因でとんでもないことになるっていうようなことは絶対に避けたいわけです。で、そういうこともあるので、翻訳会社なんかでは翻訳者1人だけじゃなくてチェッカーっていうね、チェックしてくれる人っていうのをその他に設けて、何回も何回も見直しをして間違いがないことを確認して完成させているっていう背景もありますし、私は25年間翻訳やってきて、おかげさまで訴訟とかっていうのに巻き込まれたっていうことはありません。でもそこまでいくことはないですけれども、たまにね、これはどうしてこういうふうに役になったんだ、説明しろとかっていうようなことを求められるようなこともあります。で、そういった時に弁護士さんだったら六法全書を持ってきて、ほらここにこういうふうに書いてあるからっていうふうに説明できればいいですけど、翻訳者も同じように文法を知らなかったら、私はこういう根拠があって翻訳したので、これは間違ってないと思うっていう風な釈明とかも知らなかったらできないわけなんですね。だから英文法を知ってるっていうのは本当に翻訳者にとっては自分を守ってくれる大事なものだから、それをやらなくていいとかっていうのは本当に翻訳者としてすごく危険な話だと思うんですね。なのでそういうことを考えると簡単だってあまりにも強調する学校がもしあったら、それは気をつけた方がいいと思います。3つ目は卒業した後の進路が体制的に整っている学校を探すといいと思います。卒業した後で翻訳の仕事に結びつくっていうオプションが整っている学校っていうのあります。あとそれと仕事だけじゃなくって卒業者同士でつながれるコミュニティがあって、引き続き勉強を一緒にしたりとか情報交換したりとかっていうコミュニティがもしできている学校があったらそれも情報交換っていうのはすごい大事なのでおすすめだと思います。翻訳業っていうのはもちろん英語力も大事だし日本語力も大事なんですけれども、もう一つとても大事なものはリサーチ力です。で、翻訳、特に産業翻訳の場合あまり自分の馴染みのない分野の文章を頼まれることもあるし、そういった時に一番大事になるのはリサーチ力なんですね。で、翻訳学校とか翻訳講座を選ぶ上でも面倒がらずにいろいろとネットとかあと人に聞いたりとか時間をかけて調べてみて、それで自分で納得のいく講座をしっかりと見つけていただきたいと思います。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.